実は人に見られてます。あなたのその財布、小物の中でもあなたの人となりが出やすいのが財布です。じゃあ何を使えばいい？そんな方に今使うならこれという13選、時代に合わせたコンパクトな財布を予算別に徹底解説します。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。はい、石川さん、はい、何ですか今日は。はい、今日はお財布です。おー、財布、バッグとかやってきましたけど、財布まだやってなかったですもんね。財布嬉しい、ね、でなんかもうだいぶ財布も今使わなくなってきてる時代なんですけど、まあそんな時代どんな財布選ぶっていうとやっぱコンパクトな財布がいいじゃないですか。荷物もだんだんカバンもちっちゃくなってきて、男性もね、みたいなところで、まあ普段持ち運び便利なコンパクト財布を13個いきましょう。でまた予算別。嬉しい。それもかなりお安いところから行かせていただきたいと思っております。はい。今各メーカーコンパクトな財布にどんどんと力を入れていって、どんどんバリエーション増えてきましたっていう時代になってきました。でそれも素材もいろんなものがあるんで、今日安い方でいくとナイロンみたいなものから、もちろんレザーの財布まで、まあ本当にコンパクトさを目指すんだったらナイロンとかそういう素材の方が軽くて小さくて便利ですみたいなところなんですけど、やっぱりいいもん持つっていうところでいくと、今日ねこの公開日、あれなんて言うんですか、一粒万倍日、一粒万倍日にお届けするんで、まあレザー財布で金運が上がるみたいなところもね、ちょっと行きたいなというふうに思っております。で皆さんそろそろボーナス出たタイミング、ボーナスの使い道として一番分かりやすいところでいくとお財布あたりがいいんじゃないかなっていうので、今日はご紹介していこうと思っております。素晴らしいでしょ。では最初の予算、2000円予算からいきましょう。マジですか。はい、これは何度かご紹介している財布でございます。モンベルトレールワレット、2400円で買えるお財布でございます。でも名作中の名作財布だと思ってます。もともとこれ僕知り合いから紹介されて、石川さんいい財布あるんですよって言って紹介されたのがこれで、なんすかそれって、このコンパクトさその時初めて見たんで衝撃を受けた財布でございます。で内容としては中にねカード入れも3枚ついてある。まあこれ2枚ずつくらい入るんで、まあ6枚ぐらい入れようと思えば入りますっていうのと、三つ折りなんですけど、まあ十数枚ぐらいのお札だったらこの撮影にピッと入ってくれる。でおまけにいいのがここファスナー付きのコインポケットついてるんで、まあ、この中に例えばエアタグ入れとくとか、こういうカードのやつもあって、僕カードタイプ結構財布とかで使ってるんですけど、こういうもう1枚忍ばしとくみたいな感じで、まあ、使えますよっていうものでございます。もう本当に2400円、財布これでいいんじゃないっていう結論になるぐらいの財布だと思ってます。これナイロン製なんで非常に軽い。これで重さ 15g とかなんですよ、1個。めちゃめちゃ軽くて持ち運びいいし、ポケットにスッと入れる、経済観念しっかりしてる、分かってる感がある印象を与えられる財布だと思う。ミニマリストな感じを表せる財布、あとはアウトドア好きみたいな感じを出せる感じで、そういう方におすすめの財布だと思います。僕財布何個も持ってるんですよ。使い分け結構してて一番コンパクトにパッと出かけたい時とか海外行く時なんかにはもう本当に活躍してくれる財布ですね。めっちゃいいものだと思います、はい、ただちょっと問題はあって、これカバンとかに入れてるとどこ行ったか分からなくなる、ちっちゃくて。ただ今ちょっとあんま売ってないでしたっけ、確かね。あ、そうなんですか。在庫切れみたいな感じが多いみたいなんで、はい、あるタイミングで皆さん買っとく方がいいと思いますっていう財布です。続きまして3000円予算いきましょうか。まだまだ安いです。まだ安い。でさっきのモンベルがちょっとカバンの中どこ入れたか分かんなくなるみたいな感じでいくと、じゃあ分かりやすいとこ行こうっていうのでド派手だな。コルリベーシックっていう財布、3190円。3190円、うん、安いでしょ、なんで黄色にしたかっていうと、これカバンの中に入っててもパッと目立つじゃないですか、黄色って。って
っていうのがいいなと思ったのと、一応風水上、今日一粒万倍日とか言ってるんで、風水上黄色ってやっぱりなんかいいらしいですね、お財布に使うのにね、金運が上がるとかって言われてるんで、黄色の財布を選んでおりますっていうものでございます。でこの財布のいいところ、先ほどのモンベルと違うところでいくと、こっちこうタグがついてて、でこっち側に黒のドットボタンがついてるんですけど、ここは大きいコインポケットになってる、こう横待ちついて、でガバッと取りやすいコインポケットになってるんで、より使いやすさは上がってるかなっていう感じがしますっていうのと、中開いてもらうと、ここ鍵を入れるみたいな感じらしいんですけど、ここにちょうどエアタグ入るかなっていう感じのポケットがあって、いいのがね、これね、カードケースはねここに2枚ぐらい入るだけなんですけど、ちゃんとここ指でこう押し上げれるところがついてるんで、カードの出し入れがしやすいところも考えられてますよと。いいのが、あとこれお札入れが二重になってる。なんで片っぽ領収書入れといて片っぽお札入れるとか、もしくは海外行った時にじゃあこっちにドル入れときましょう、こっちに日本円入れときましょうみたいなことができるようになってます。もう一個ねいいなと思うのが、こっちは D カンついてる。鍵をここにかけとくもいいし、それと携帯だけでお出かけできるっていうのもいいし、盗難防止のためにここにウォレットチェーンをかけたりとか、カバンの最近キーチェーンのロープとかついてるものあるんで、そういうものをかけておくと盗難防止になってくれますよっていう意味でも、旅行なんかにも非常に便利な財布だと思いますっていうものですかね。なんかこれとかだとね、イメージ的にどういう感じかっていうと、経済関連しっかりしたこれもね、合理的思考ができるのは人のイメージかなっていう感じになると思います。ただ一個思うのは、これ芯めっちゃ硬い。なんでここまで硬くしたのかなっていうぐらいめっちゃ硬いんですよこの財布。なんか考えがあってやられてるんでしょうか。実際使っていくとこの硬さがいい部分もあるかもしれないっていうところで、非常にお安く買える財布でございます。金運アップ。でもそのちっちゃい黄色可愛いですね。可愛いですよね、なんかこれぐらいちっちゃいものだったらこう原色の派手なやつ持っててもいいじゃないですか。なんかさらっと使うのにね。続きまして5000円予算いきましょうか、はい、まだ安いですよ5000円予算、4000円から7999円ぐらいの感じでいくと、まだねこのぐらいの予算だと今のところナイロンときたんですけど、こういうちょっと特殊な素材といいますかレザー以外の素材ですっていうところでいくと、サイタスって呼ぶのかな、ミニマリストウォレットタイベック、いわゆるタイベックですね。ウルトラライト系が大好きな方皆さんご存知タイベックっていう、もともとデュポンが作った素材ですっていうので、ポリエチレの不織布なんですよ。でもすごく丈夫っていうので、ウルトラライト系のバッグって大体タイベックで作られてますよみたいな感じですよね。という素材でございますっていうので、これねモマのデザインストアとかで扱ってる財布なんですよ。でちょっとデザインコンシャスな感じでいろんな色が出てます。オリーブっぽいグレーというかのものを選んでるんですけれども、で低価格でコンパクトな財布、先ほどのモンベルとかと比べるとこれぐらいの感じ。モンベルもだいぶちっちゃいんですけど、物を入れてなければこっちの方が縦の幅とか短い、横幅もちょっと短いぐらいの感じぐらいの小ささ。ただし最大の違いは厚みめっちゃありますよっていう感じなんですね。もうなんかここタイベックが積層してミルフィーユみたいになってるんですけど、これ何かっていうところをご紹介していくと、ドットボタンで開けるとこの積層してるとここうやってねカード入れとして蛇腹形式で開く。これ良くないです、で2枚ぐらいだとそれぞれに入るかなっていうので、このスロットが12345個で、ここはねちょっと蛇腹になってるわけで間違い横ないんで開けにくいんで、こういうところに例えばこういうエアタグ系のカード入れとくとかして、あまり取り出さないものをこうやって入れといて、他のところにカード入れていく。これすごいいいのが、この蛇腹になってこうやるとめっちゃ取り出しやすい、指入る隙間があってみたいなところで使いやすい財布ですよっていうのでいいなと思うものです。でこれあとちゃんとコイン入れもここについてるんで、これもちゃんとこうやってガバッと開くタイプのコイン入れもついてるっていうところでいくと非常に使いやすい財布。それが6930円っていう、5000円予算ぐらい7000円以内で買えるみたいな感じになっておりますっていうものです。でちょっと分厚さあるんで、もうお金とか入れるともっと膨らんでくる感じにはなると思うんですけど、カードとか入れるとですけど、これだったらポケットにさっと入れてお出かけできるよねぐらいの財布でございます。でこの辺はちょっとどういうイメージの人にどういうイメージを相手に与えるかっていうと、若干こうデザインコンシャスな感じで、だからちょっとクリエイターライクな感じになるんじゃないかなと思ってる財布でございます無理やりですけど
サイタス東京のブランドみたいですね。東京。うんはいという感じでいい財布だと思います。で同じく5000円予算、逆にこっちの方が安いけど、レザーの財布がある。それ5000円予算なんですか？シップスカラーズレザートリフォールドウォレット4950円でレザーの財布買いますっていう衝撃プライスのレザー財布でございます。それもコンパクトで、この財布いいのがこれもコイン入れこんなでかいパカッと開くタイプ。なぜここにこの昔の長財布、おじさん長財布のブラウンの生地を使ったかこのグログラン感がまたおじさん感を非常に盛り立てる感じのカラーリングではございますがっていう財布でもレザー別にその質感めっちゃ悪いかっていうとそんな悪くない、でしっとりした感じで別にこれで全然いいんじゃないっていうぐらいのレザーですし、まあ結構ちゃんとしててこうカード入れもね、この札入れの中にカード入れ 6スロットついてるんですよ。ちゃんと見えますかね、ここにカード入れついてるんですよ。ここにね2段ずつのカードスロットがついてるんでこうやってカード入れるんですよ。本当だ。うんで札入れも十分な大きさが入るんでしっかりお金入ります。で先ほど紹介したコインポケットもありますっていうところでいくと非常によくできた財布だ。これ4950円ですよ。安いね。安い。これ買ってここになんかちょん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 と白いステッチでも入れといたらなんかそれっぽく見えませんこれ絶対やっちゃダメですけど続きましてじゃあ1万円予算いきましょう。こうなってくると、5000円予算でも衝撃のレザー財布が出てきたんですけど、1万円予算になってくるとレザー財布買えますよねっていうところで、8000円から1万7999円ぐらいまで1万円予算と呼んでるんですけれども、そこで買える財布コモデギャルソンウォレット L ジップクラシックワレットでございます。1万5950円、ちょっと値上がってるのかなこの辺もまた。これも名作ですよ。名作財布だと思います。僕もこれ長く使ってる、自分でね長く使ってきた財布ですっていうところで、昔このコンパクトさってだいぶコンパクトな財布だったんで、これ何かっていうと L 字型のファスナーがついた財布で、一枚側で裏なしで作られているものです。でも革の肉厚もしっかりあって、もうこれ10年以上は使ってるものだと思うんですけど、これだけしっかりと使えますっていうものです。でお札の入れ方に関しては2つ折りにしてここに入れる感じになってます。で、カード入れコイン入れ両方に使えるこういうポケットみたいなのが中についてるっていうシンプルな財布なんですけれども、これ何にもないシンプルなものですけど、知ってる人が見るとギャルソンだって分かる感じの財布ですっていうので十分じゃないかなと、この財布でそれが1万円予算で買えるっていうのはもう非常に満足度の高い財布だと思います。定番でずっとやってて、いろんな色が銀色とかねあったりとか、大きさ違いとかいろいろあるんで、ぜひギャルソンのお店行って選んでもらえるといいなっていう感じがします。で本当にミニマルなんで、なんか洋服とか合わせるもの全然選ばないものですしっていうところで、スーツスタイルでも使えるしみたいなところで非常にいいものだと思っております。なんかこれ持ってると財布にそんなめちゃめちゃこだわってるわけじゃないけど、ファッション分かってる感じが出てくるんじゃないかなっていう感じがするんで、おすすめの財布ですかね。ファッション界の超定番財布っていうところですね。ギャルソンさんこういうね日常使いのものいっぱい作ってるから、カバンにしろいろんなものでね、そういうところがいいですよね。続きまして同じ1万円予算でレザーのコンパクト財布いきましょうか。ユースフルって読むんだと思うんですけど、 USFL 小さくて使いやすい財布ミニ。ネーミングにちょっと少し考えさせられるところはあるかなという気がするんですけども、これが14,400円です。でこの財布何か僕前に使ってました。これのロシアンカーフ版を使ってて、すごい気に入ってて、早くこうクタッとなってくれると嬉しいなと思ってる間に盗難に遭ってしまいましてどこに行っちゃったか分かんない。海外のスターバックスでやめときゃいいのに、ちっちゃいポーチ、安全な国だと思って席取りのためにポーチ置いといたんですよ。アイスラテを買おうと思って、ちょっと時間かかったその時に。で席戻ってアイスラテ飲んで帰って、その時全然気づかなかったんですけど、翌日手ぶらで出かけようと思ったら、あれ財布入ってないと思ったんですね。でもそこに行く直前に僕海外の携帯電話屋さんに行って、で身分証明出さないといけなかったんで、その財布の中に身分証明書入ってたんで、それ見して入れたの間違いない。その直後に僕スタバ行ったんです。
でそのスタバで中身だけ取られてます。財布だけ取られてましたね。うわでそれの今回はイタリアのタンナーの植物タンニンなめしの革のバージョンですっていうことです。でこの財布、非常にコンパクト、使い込んでいくともうちょっとペタッとしてくれる、皮が柔らかくなってペタッとしてくれるかなと。タンニンなめしでもうちょっと味が出てくる感じになってくれると思います。この財布こう開けて、今までの財布と違うところでいくと札入れがこう入れるタイプじゃなくて、ここにちょっと差し込んでこっちで札の端っこを止めるみたいなものになってますっていうところで、ちょっとここの出し入れに若干問題があります。差し込む時に少しちょっとやりづらかったりはあるのと、もう一個注意点があって、カード入れと小銭入れを兼ねて中にこういう仕切り板が1枚ある感じになってます。ここにカードを入れて、こっちでもいい、ここにコイン入れるなんですけど、これがね注意してください。こうやってやってるとパラパラと落ちることになる。僕カード何枚かばらまいたんで、必ずこうやってここを押さえて開けるようにしないといけないという、ちょっとワンアクション必要にはなるんですけど、その分革の構成枚数を減らせて、でこの分厚い革でも比較的コンパクトになるように作ってある財布ですっていうもので、小ささすごく気に入ってましたっていうものですね。でもやっぱこの辺なんかちょっとこのシンプルなレザーよりはロシアンカーフだったりとか、ちょっとエキゾチックレザーとか使ったものをまたなんか出してくれるとより嬉しいなっていう感じで、またそれは出たら買いたいなと思うんですけどっていうものですかね。でなかなか完売で限定で作ってるのかな、コード版バージョンとかもあったりするんで、そういうのを使うのもいいかもしれないですねという財布ですが、1万円予算でございました。続きまして2万円予算いきましょうか。1万8000円から2万6999円ぐらいまでを2万円予算と呼んでおります。で超定番中の定番、コンパクトともう言えないじゃんっていうところになるんですけれども、ポーターのカプセルワレット1万8700円でございますっていうところ。8700円もするようになったのか。そうなんですよ、もう定番中の定番、僕らももちろん高校生の時使っておりましたっていうポーターの財布でございます。なんかこれとね、昔ここ L 字になったファスナーついてるやつがあって、それと両方持ってた。今もう廃盤でないのかもしれない。それのオリーブグリーンのやつとかも使ってたなっていうのが思い出あるんですけれども、っていう財布ですっていうので、これでかいんですけど、もう財布っていうよりもほぼほぼポーチと思ってもいいかもしれない、でこういうストラップもついてるんで、これ逆向きでいいかな、どっちでもいいんですけど、ここに例えば携帯に D カンあったら D カンこっち側下にして、財布と D カンと鍵とかみたいなぶら下げて、これ1個でブラブラ出かけられるみたいな感じもできますし、でこれめちゃくちゃでかいんで収容能力バッチリですと。でこれはお札入れるところがあって、もう1個こっち側に両方どっちでも開けるようにバッグみたいになってるんですけど、札入れみたいなものがありますよっていうところでいくと、両方なんか通貨分けて入れるもいいですし、もしくはこっちを領収書入れに使うみたいなこともできますよっていうのと、ここに1234カードスロットあります。2枚ずつぐらい入ったりするんでパンパンに詰め込むこともできますよだし、これ外にちゃんとねこうやって小銭入れ、ベルクロの小銭入れがついてます。でも中にもあって、おそらくこれ鍵入れたりぐらいのところをイメージするのかなと思うんですけど、こっちカードは入らないんで、ここねAirPods ぐらいだと入っちゃうケースだったら、だから確かにそうか。あれって結構どこに入れとくか困るじゃないですか、困りますね。手ぶらで出かける時は、ポケットの中に入れとけてもいいんですけど、なんでここに入れとけば、もうこれにあと D カーにつけた携帯と鍵でもぶら下げれば、もうこれポーチ代わりでブラブラ歩けるぐらいの財布になってますよっていう感じですかね。っていうので、そういう意味でちょっとこの辺のねポーターとか久しぶりに持ってみるのもいいかなと思って購入したもんですね。あと海外で受けいいですからね、ポーターね。なんかこうジャパンストリートカルチャーをこう象徴してる感じがして、確かにそうですね、欧米でもそうだし、東南アジアとかの大人気なんで、ストリートな感じで持ってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思いますっていう財布でございます。この辺でだから2万円でお釣りが来るぐらいの感じですよね。安い店だったら半茶セットぐらい食えるかな。続いてじゃあ3万円予算いきましょうか。2万7000円から3万9999円ぐらい。
このぐらいまでいくと、本格的なレザー財布だったりとか、あとちょっとしたブランドものだったりとかも買えるようになりますっていうところで行った時に、3万円予算でハイブランドのものを買おうと思うとこうなりますっていうところで、僕ガンガン使っておりますボッテガ・ベネタイントレチャートマネークリップです。マネークリップ。はい、マネークリップで、これマグネット式のマネークリップなんですよ、レザーでできた。でね、これマグネット大丈夫と思うじゃないですか、はい、お札20枚折り曲げて挟むとちょっと怖いっていうのが、お札のこっちの折り曲げた丸い部分が反発して開こうとしてくるんで、なんかこうマグネットちょっと浮いた感じになるなっていう感じがするんですけど、15枚を2つ折りにしたぐらいだとこうパチッと締まってくれる感じなんで、比較的安心に持てますよっていう感じで、これなんでこれ持ってるかっていうと、結構最近ガンガンちっちゃいカバンを使おうと思って、もう携帯入れてなんかちょっとしたもの入れるともう財布入んないぐらいのカバンとか使ってるんですよ。でもこれだったらマネークリップだったら札挟んでキュッと入ってくれるんでっていうのに便利だなと思って使ってますと。でそのカバンの方にこうカード入れとかがついてるんで、そっちにカードも入れとけばちょっと現金ないと怖いよねっていう時に数枚だけ現金これに挟んで持ち運ぶのに便利ですっていうので使ってるものなんですね。というもので、マネークリップ昔ちょこちょこ使ってたシルバーのインディアンジュエリー系のマネークリップだったりとか、完全にアメリカかぶれですよね。でアメリカ行ってマネークリップ挟んでる人たちが、ドル挟んでる人たちがいてかっこいいと思って若い頃に買って使ってたみたいな感じなんで、この辺持ってる人の印象でいくと海外かぶれを感じるスマートな人みたいな演出になるんじゃないかなと思いますと。お手が3万円台で買えるとなるといいんじゃないかな、プレゼントにもね。そうですね、プレゼントいいですね、なんかちっちゃい箱ついてちゃんと綺麗に入れてくれるんでね、続きまして3万円予算いきましょうか。続いての財布、今回結構一押し財布の一つですというところでいくと、フォルメポストボレットっていうものですね。フォルメ靴のフォルメ、ローファーとかプレントゥーとか紹介してるじゃないですか、フォルメの財布ですっていうところでいくと、この財布結構びっくりした。めっちゃ作りいい、めちゃくちゃいいです。で革何種類かいろんな革があるみたいなんですけど、これはねなんか表片押しのイタリアンカーフを使って中馬革らしいんですよ。でね、一番やっぱ特筆すべきこのコバ塗りの美しさ。日本のブランドでここまでコバ塗り綺麗にやるとこない。海外のブランドなんで高く見えるかってやっぱコバの塗りの綺麗さですよ。前も話したと思うんですけども、剥がれてもいいから分厚く塗ると。でコバ材っていうのも海外の決まったメーカーのものがあるんですけど、それをしっかり塗ることによって高級感が出てくるっていうのでいくと、めちゃくちゃこれコバ塗り綺麗にしてある。でまずここで非常に高級感出てくるし、ステッチとかもね綺麗です、すごい。っていうところでこれ3万円台でこの財布買えるんだったらめちゃくちゃいいじゃんっていう財布です。実用上も問題全くなしです。いいなと思うのが札入れなんですけど、この上の部分スリット開いてるんですよ。ここ開いてることによって開きやすくなってお札の出し入れめちゃくちゃスムーズになりますと。でカードスロット2枚なんですけれども綺麗な作りをしてあって、で中でカードが引っかからないようにドットボタンはこういうタブにつけてあるみたいなところの気遣いだったりとかで、コインポケットはドットボタンなしなんですけど、スッと開けてマチがこうやってね、ちゃんとここもねマチがこんだけ開くようになってる、蛇腹状で出し入れがしやすくなってますっていうものなんですね。本当に作り見てても綺麗ないい財布だなと思える財布なんで、これは3万3000円で買えるっていうのは非常に納得性高いもの、さすが国内ブランドちゃんとされてるなっていう感じのものですっていうものですね。ハイブランドだったらこれですからね同じ予算ぐらいだと。でこれ5万円予算出せばこれのコード版バージョンがあったりとかするんで、これはね本当納得性高いいい財布だと思います。なんか僕の距離から見てても、なんか品があるでしょ、めちゃくちゃ。なんかこれ本当20代30代とかだと特にぐらいのまだ若めの方とか、40代も全然いいんですけどとかが持ってると、なんかちゃんとしたいい財布持ってるなっていう印象を与えられる財布だと思うんで、これ本当万人向けにで知的な印象もすごいあるし、いい感じの財布だなというふうに思います。続いてじゃあ5万円予算いきましょうか。
こうなってくるとなんか海外ブランドの財布とかも入ってきますよねっていうところで、5万円予算って言っても4万円から7万9999円まで見てるんで、でなってくると海外のブランド財布も買えるよねみたいなところでいくと、ご紹介するのは最近ね、このブランド小物とかいろんなもの結構いろいろ作ってて、だいぶそういう小物系も人気が出てきたっていうところでいくと、ルメールですね。ルメールのギア三つ折りレザーウォレットグロッシーベジタブルレザーですね。7万3000円。これ、だいぶ分厚い財布なんで収容能力バッチリですっていうところでいくと、まずコイン入れから見ると、コイン入れ、ここにガバッと大きめのコイン入れがあるんで、ここにコインしっかり入れときますっていうのと、でここを開くと札入れとカード6枚収納できるカード入れがあって、札入れで、これはこのさすがに5000円予算で買えるレザー財布とは違って中もレザーですと。グログランとかではなくてね、こっち中ちょっとブラウンなんですけど、これ上品なブラウンになってるこういうのブラウンになってるっていうところはやっぱりちゃんと気は使われてるなっていう感じがしますっていうのと、外側にも1個カード入れあるんで、なんか普段使う交通系とかここに入れといてもいいのかなっていう感じがします。それでいくと交通系のカードって結構あれ今スマホとかも多くなりましたけど、あれって出す機会とか見せたままでなんかピッてやったりするの多いじゃないですか。なんでスイカブラックとか作ってほしいですよね。何もないやつ。確かにね、緑っていうのがちょっと申し訳ないけどダサいじゃないですか。セブンイレブン人がね真っ黒のティッシュ作ってそのまま置いとけるみたいになりましたけど、だからカードブラックとかにしてほしいですね、真っ黒で。確かに、でブラックペンギンちっちゃく彫ってるぐらいはいいんでぐらいの感じがいいですよねと今思った。いいや、こういうとこそしたらこういうとこ入れてもおかしくないじゃないですかみたいな感じでいけると。もしくはシルバーとかも面白いかもしれないですからね。もしこのチャンネルをご覧の JR の皆様ぜひご検討いただけると大変嬉しいございます。っていう感じの財布でございますっていうので、なんかルメールの小物系人気あるんで、こういう財布もデザイン系ではいいんじゃないかな。でなんかこうちょっと彼氏へのプレゼントみたいなところでもいいのかなと。でこの辺もやっぱりねちゃんと小判の処理とか綺麗にしてあるんで、ちゃんとした作りで作られてますっていうものです。であとはこのグロッシーレザーベジタブルレザーって何なんだろうと思うところなんですけど、レザーの話ちょっとしていいです。この間、今僕レザー開発してるんですよ。開発してもらってるんですよ。マーカーでレザー作ってたんです。マーカーでレザーの製品ほぼ作ってなかったんですね。なんでかっていうと、ここ4年ぐらい一緒に正月過ごしてるおっちゃんがいてでレザーのタンナーとして新しい事業を立ち上げてる準備で、何をやろうとしてるかっていうと、これまででナンバーワンに環境にいいレザーのタンニング方法っていうのを薬剤とか開発して、それで試してるんですよ。だからその人の皮が出来上がるまでは僕ちょっとレザーの製品作るのマーカーウェイで作るのやめようと思って作ってないんですね。でその人とこの間過ごしてた時に、あそうなんだっていうことを教えてくれたんで、それ皆さんにちょっと一つ伝えといてもいいかなと思ってて、多くのレザーはこれ銀面そのまま使ってないですっていうところは注意が必要かなと思いますと。ヌメ革とかっていうのは全部銀面フルグレインって言われる銀面そのまま使うんですけど、多くの場合いっぺんバフがけする。バフがけしてほんのり起毛させるっていうか、ヌバックみたいな状態に一変する。なぜかっていうと、レザーって多くの場合生きてる間に傷があります、血筋がありますっていうのがあるんで、ヌメとかでそのまま使うとどうしてもそういうのが出ちゃう。なんでなるべく効率強く使おうと思って一回バフがけしてあげて、それに片押しを入れて樹脂で固めるとかオイルで固めるっていうことをほとんどのカーがやってますと。タンナーさんがその話をしなければメーカーが分かってないっていうのがほとんどなんで、うちのレザージャケット作る時にはそれを勘弁してくれっていう話をしておきましたって感じですね。フルグレインでいきました。レザージャケットを作るんですね。すみません、フルグレインでいきましょうっていう話をしてきましたっていう感じですかね。続いていきましょうか。でなんかもうちょっと言うと、もう言わなくていいか。どんな感じで何特に言うことなかった。はい、じゃあついに10万円予算いきましょう。まだザーザーしてますが10万円予算、こうなってくるとなんかハイブランド系の財布欲しいですよねっていうところと、ハイブランドのものでも10万円、ね、出すと財布はまだ買えますっていうところでいきましょうか。まず一つ目、なんか常連ブランドになっちゃってますけど、
ザ・ロージップドウォレット81,400円。これもだんだん値段が上がってきてるザ・ローがちょこちょこ作ってる財布でございますっていう、財布っていう感じなんですけど、ほぼカード入れ、で表にカード4枚入りますっていうのと、あとはここ L 字のファスナーついてて、中がもうほぼ小銭入れですよね。僕は現金三つ折りにして入れてますっていうものです。これもなぜこの財布かっていうと、カバンが小さくなっていった時に、厚さもそれほどないし、これだったらどうだな、札5枚ぐらいの感じだったら折りたたんでこの中に入れて、小さめのカバンでもスッと入るのと、これがついてるのが気に入っちゃって。石川さんそれ好きそう。こうブラブラブラ、なんかこう集金袋の小さい版みたいな感じですよね。集金ポーチのみたいな感じで持ち運べるっていうものなんで、これとキーチェーン、鍵こう持って携帯ポケット入れるかなんかしてみたいな感じでブラッと出かける時にちょうどいいぐらいの財布として買ったものです。でこれもなんか革の質感がこれも樹脂系でちょっとなんかしてんのかなっていうぬめっとした感じがあって、ただし傷はめっちゃつきやすいレザーなんで、他のものと一緒にカバンなんかに入れとくと結構傷がつくかなっていう感じのものですかね。8万円っていうのがありますけどね。3万円。でもただやっぱりうまくないですよ。いや、この辺のそうものですか。そうなんですよ。さらっとシンプルで、なんかちょっとくすぐる感じがありますよね。これ3万円だったらねいいんですけどね。でそういうものを次々と作れるんだろうなってすごいな。やっぱ中のデザイナーたちうまいですよね。靴の方とか女性の有名なデザイナー、にデザインさせたりしてるんで、めちゃめちゃうまい。小物系もやっぱりバッグとかもねいいデザイナー入れてる感じですよね。シャネルのねあれとかもからもお金入ってますからね。あとロレアルかどっかの創業系からもお金入ってるんですよね。あ、そう。やっぱもうラグジュアリーの王道を行かれてるブランドなんでね、素晴らしい。続きまして10万円予算でいくと、お財布だったらこのブランドも買えますっていうところで、ボッテガベネタカセットコインパース付き2つ折りウォレット10万5,600円です。ちょっと前まで10万円切ってた感じだったと思うんですけど、今10万円超えてきてる感じですっていうので、ダニエル・リー時代のねこのカセットって言われる大きなイントロチャートにして一気にモダンな感じになって、若い人でも持てるようなイメージになったもので、僕もこのカセットシリーズ好きで何個かバッグとか使ったりしてるんですけどもっていうものですっていう、モダンになって、いわゆるこのサイズでイントロチャート普通のサイズもいいんですけど、やっぱこっちの方がモダンでかっこいいですよね。っていう財布で、これ中にカード入れが4枚とここも入るんで、合計こういう間も入るんで合計6枚ぐらいカードを入れておけますよっていうのと、大きめのコインポケットついてますと。でこのカセットのシリーズで財布いろんな種類があって、もうちょっと中にファスナー付きの小銭入れがついた分厚いタイプとかもあるんですけど、このタイプがシンプルで一番使いやすいんじゃないかなっていう感じで思っております。これもやっぱねボッテガだけあって作りめちゃくちゃいい。なんかこの辺のね、ここのちょっとこの厚さが変わるところの処理とかもめちゃくちゃ綺麗だし、開いた時のこの札入れの開き方とかも綺麗だしみたいな感じで、いい財布だなというふうに思えて、これが10万円で買えるんだったら10万円の投資をする価値はある財布かなと。こっちで8万円使ってるよりはこっちで10万円使う方が価値あるかなっていう感じはもちろん高いですよ、高い財布だなと思うんですけど、あるかなっていう感じはするものですかね。最後もう一個コンパクト財布の、一番最上位クラスになるのかなっていうところを50万円予算で紹介させていただきますっていうのが今これ上代がいくらになってるか分かんないんですけど、エルメス、アザップ、ベルティカル、バーチカルですね。約50万円ぐらいなんで、40数万円から50万円ぐらいになってるのかなという感じで、今で見ると大きいんですけど、もともとこれコンパクトなサイズ感でしたっていうところで、この字のファスナーがついたタイプの財布ですっていうので、中にカード入れがここに4枚あって、こことここの両方にカードが、これなんか入ってるわ、エアタグ系が入ってますねっていうのと、札入れが1個あるタイプの財布ですっていうのが一般的なブランドのカバンぐらいの値段で出てますっていうものなんですけど、結構これ前も話したから、周りで経営者の人結構持ってて、みんな。そうなんですか。多い。経営者で使ってる人多い。だからなんかこの辺の財布持ってると、なんかの経営者みたいな感じの印象になる財布かなと思います。
コンパクト財布の中では最上位に入ってくるものがこの辺になるが、これ以上のものになるとあとはエキゾチックレザーを使った財布とかぐらいしかもうなくなってくると思うんでっていう感じになるかなっていうものかと思っておりますので一応ご紹介しておきます。こっからここまでの価格差がいくらかっていうのの間にいろいろいい財布があるんで皆さん選んでいただけるといいかなっていう感じがしております。というので13点ザザザッと紹介させていただきましたコンパクト財布、皆さんお気に入りが見つかりましたでしょうかっていう感じですかね。はい、一粒万倍日の6月24日に放送できてるのかな、配信できてるのかなね、皆さんボーナスで自分への投資でもいいですし誰かへのプレゼントみたいな感じでもいいと思うんでね、この辺買ってもらえればどれも間違いない財布だと思いますので、はい、ぜひでなんかもし気に入った財布があればねあれよかったとか教えてもらってもいいですし、もしくは他でコンパクト財布皆さんお好きなものがあればそれをね紹介いただくみたいなコメントいただけると嬉しいですね。ということで、はい、本日のまとめは本日のまとめ、財布は小さくスマートにまだ待ってた下の句ありそうだった。いや終わり財布の回すごい面白かったんですけど、なんか市川さんが本当はもっと見たかったなっていうラインってそう10万円予算とかその辺のものって割と石川さんってボッテが行ったりザロー行ったりっていうのが割と多いじゃないですか、それって他のも見てるけどやっぱいいのあんまかっこいいのないなっていう印象なんですか？そうブランド物の財布とかのプライスゾーンになってくるじゃないですか。10万円予算って結構あるんですけど、欲しいのがやっぱそういうこと、あんまりない。だったらなんか作りのいい革使った財布とかを本当は欲しいんですけど、例えば国産とかでいいと思うんですよ。だからこういうフォルムみたいな感じのこういうブランドでなんか本当にいい革めっちゃいい革使ってとかをやってもらえるとそれが例えば10万円ぐらいになっても欲しくなると思うんですけど、今革の入手も難しいっていうことなかなかその辺もなくて、なんでなかなかこれって思える財布がなくてどうしても毎回ザ・ローのデザイン的なうまさっていうところとボッテガの作りの良さみたいなところでそこに行き着いちゃうんですよね。いっぱい見てますよ。いっぱい見ましたよ今回も財布。そうですよね。石川さんいっぱい見てますもんね。そうないなるほど。そうなんですよね。今回の収穫でいうとやっぱフォルメ大収穫だと思う。あと1個サプライズちょっといいですか？そんなのがあるんですか？サプライズある。最近ねうちの桂君がね、なんかねちゃんとご両親のとこご挨拶先方のご両親のとこご挨拶行くっていうことやってきたらしいんですよ。おめでたい話、それはちょっとお祝いしないといけないじゃないですか。でもこれお祝いにこれと思ってまだちょっと先らしいごめんなさい先らしいんですけど、これあと箱もあるからさ、これお祝いでこれ後ろ姿いいなって言ってたじゃん。本当そうこれサプライズで、すごいな。この絵大丈夫ですか？というオチでどうですかこの回。いや素晴らしい。びっくりした。お祝いでそうさせていただきたいと思います。僕もご挨拶行ってください。ご挨拶行った方がいい。エリーさんのご挨拶待ってる僕は心待ちにしてるんで。はいということで、皆様10万人に向けていよいよカウントダウンをしたい。早くしたい。なんかやりたいし、そのためにはもうちょっとチャンネル登録者の皆さんが増えてくれないと僕らも動けない。まだそうですね。10万人ここで加速させたい、なんでぜひこれをご覧になってまだチャンネル登録してない皆さん、今すぐチャンネル登録お願いします。加えて高評価、どんな財布が好きかのコメント、そしてベルマーク&ハイプよろしくお願い申し上げます。お願いします。心の中で今土下座してましたからね僕。